はいどうも、青函溶接職人チャンネルのカジです。あなたのコメントやチャンネル登録、高評価が私のモチベーションです。質問、感想何でもいいのでコメントいただければ幸せます。はい、今回は丸棒を炙って曲げるコツについて解説していきます。丸棒などをプレスで曲げるところもありますが、プレスの型が傷んでしまうので、私はガスで炙って曲げます。炙って曲げると鍛冶屋っぽくってかっこよくないですか？周りに炙り曲げをしている方がいれば簡単そうに曲げていませんか？炙り曲げというのはコツをつかまないとうまく曲げることはできません。そのコツをこの動画で伝えられればと思います。それでは早速いってみよう。はい、SS160 の丸棒をガスで炙って曲げます。サスを曲げるときもコツは同じなので参考にしてください。よくある取っ手と何かに沿って曲げる R 曲げを解説します。まずは取っ手を曲げてみます。このようなジグを使います。ジグの作り方を図で解説します。まずチャンネルに型をマーキングします。次に短い丸棒を曲げる内側の接線に合わせて溶接します。この部分にストッパーを取り付けます。実際に曲げる丸棒を毛書きに置きます。持ち手となる部分と直角になるよう位置を確認します。この丸棒に当たるようストッパーを溶接した方が間違いないです。頻繁にあるようなら作ったジグを取っておいてもいいですね。では曲げていきましょう。炙る時のコツを3つ紹介します。1、炙りすぎないこと。2、接線を一番柔らかい状態にし続けること。3、あまり早く一気に曲げない。この3つは後で解説するので、まずは動画を見てください。火を適度に当てて温度が上がりすぎないようにしています。この時丸棒には早く曲げすぎない程度の曲げる力が常にかかっている状態です。柔らかさを感じながら炙っています。接線を意識して炙ります。同じように2箇所目も曲げていきます。短い部分は後で必要な長さに切りましょう。では3つのコツを解説します。
1つ目は炙りすぎないこと。炙りすぎると丸棒が溶けてしまいますし、広い範囲で柔らかくなりすぎていい感じに曲がりません。サスを曲げるときも炙りすぎると溶けて酸化し、おかしなことになります。曲げる力をかけておいて、スッと曲がる程度の熱をかけましょう。2つ目は接線を一番柔らかい状態にし続けることです。ここは図で説明しますが、少し極端に書きます。接線とは違う場所を柔らかくしてしまうと、このようになりきれいに曲がりません。一番柔らかくなったところが曲がるので、接線より先が柔らかくなってしまうと、この図のようになります。変に曲がってしまうと修正が効きません。炙りすぎに注意しながら接線を曲げていきましょう。3つ目はあまり早く一気に曲げない。せーので一気に曲げてしまうと、外側にクラックが入ることがあります。金属をいたわりながら炙って曲げてあげましょう。ひねりが出た場合などは冷めてからでも直せるので、万力などを使ってひねりを取りましょう。次に R 曲げをします。今回は例としてこの250円のパイプに沿って曲げてみます。注意点は先ほどの3つと同じです。取っ手の時より接線が多いので難しいかもしれません。この R 曲げでは支点を仮付けして止めておかないと滑ってしまうので、軽く止めておきます。きれいに曲げたいなら焦って曲げてはいけません。時折火を離して冷ましながら接線を一番柔らかい状態にし続けます。もう一度言いますが、きれいに曲げたいなら焦って曲げてはいけません。ここから失敗例も紹介しますが、
あまりうまく失敗できなかったので、動画の後図で説明します。最初は普通に曲げています。この辺りから接線より先を炙っています。なんとなくいびつに曲がっているのですが、分かりにくいですよね。失敗を図で説明します。接線で曲げないとこのようになり、曲がりすぎのところと曲がってないところとが出てしまい、いびつに曲がります。曲がりが足りない部分があると、その先に曲がりすぎの部分ができます。曲がりすぎの部分があると、その先に曲がりが足りない部分が必ずできてしまいます。見た目がかなり悪くなるので、焦らず少し冷ましながら接線を曲げることが大事になります。はい、今回の動画どうでしたか？丸棒などを炙って曲げるのが苦手という方もいらっしゃるのではないでしょうか。炙ればいいというわけではないので、理屈を理解して曲げましょう。炙って何かするって鍛冶屋っぽくてかっこいいですよね。皆さんはどう思うでしょうか？はい、質問等ありましたらコメントしてください。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。それではご安全に。